こんにちは、ミッキーです。今回は2022年最新レポート池袋カフェ5選としてお店をご紹介していきます。コロナ禍以降の直近1年を中心に注目のカフェが多数オープンしている街、池袋。買い物や飲み会など様々な用途で訪れることが多いような池袋ですけれども、そんな繁華街だからこそ、ほっと一息つけるような空間を探している方も多いのではないでしょうか。約1年前に公開した池袋のカフェ特集では、朝活に使えるカフェを中心に開放的な空間をご紹介しましたが、今回の動画では隠れ家的でフードやドリンクなどこだわりの詰まった空間をご紹介していきますので、ぜひ確認していただいて、充実した休日のプランの参考にしていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは、2022年8月にオープンしました本格的な自家焙煎コーヒー店でありますマーメイドコーヒーロースターズさんでございます。この日はちょっと雨だったんですけれども、店頭にはこういった形でマーメイドの置物が飾られていたりと、店内でも楽しむことができますし、テイクアウトしていただいてお店の外で楽しんでいただくというのも選択肢になるかなと思います。国内流通 5% 未満の厳選されたスペシャルティーコーヒーを焙煎日から2週間以内の新鮮状態で提供してくれますコーヒー好きにはたまらないお店でございます。実際に私もお店に訪れた際にバリスタさんと少し会話させていただいたんですけれども、結構ですね、東京都内の様々なカフェを中心にバリスタ内でのコミュニティの話ですとか、あそこのコーヒー豆おすすめだよとか、あそこのコーヒー豆は浅煎りが得意だよねみたいな話もさせていただくことができましたので、特にコーヒー好きの方なんかはバリスタさんと会話していただくと、そのマーメイドコーヒーロースターズさんの魅力にさらに触れていただくことができるかなと思います。日本トップクラスのバリスタや焙煎師から直接指導やサポートを受けたバリスタさんが提供してくれるということもありまして、豆の品質を最大限活かした一杯をいただくことができます。でこちらは1階の様子なんですけれども、他にも2階、3階、そして地下がありまして、客席数もとても多いところでございます。なので、今回平日の朝に訪れてるんですけども、例えば土日に訪れていただいた場合も、比較的席に余裕があるかなと思いますので、ぜひ隠れ家的なスポットとして、池袋の休憩スポットとして活用いただければなと思います。場所的には池袋の西側にあるエリアでございまして、以前の動画でご紹介しましたコーヒーバレーさんとかと近い位置にあるかなといったところでございます。近くにはラシーヌさんもありまして、南池袋公園で開放的な空間を楽しむこともできるんですけども、まさにこの日訪れた時のように、雨の日なんかにはこういった隠れ家的な空間で楽しんでいただく方がより心地よく過ごせるかと思いますので、ぜひそういった天候ごとの使い分けにも検討いただければと思います。こちらは地下の様子になっていまして、また地下は地下で違った趣のある空間になっています。でこういったフロアごとの世界観も様々でとても魅力的でございまして、マーメイドコーヒーのオーナーさんがアートや骨董品への造形が深く、世界中から様々なインテリアや雑貨を買い付けているということでございますので、そういった背景もありまして、もはや店内自体が美術館のような雰囲気になっていました。さらにですね、こちらのお店は朝早くから営業している店舗でございまして、私も仕事の前に訪れることができましたので、朝活にもご活用いただけるかなと思います。店内では綿密に計算された焙煎を行う焙煎機の魅力もさることながら、焼きたてで提供してくれますスコーンが膨らむ様子がワクワクするオーブンもありますので、タイミングが合いましたらぜひ確認していただければと思います。ということで、この日はブレンドコーヒーと合わせてスコーンをいただいていました。スコーンは焼きたてで提供していただくことができましたし、コーヒーはですね、こういった形で通常よりも少し大きめのカップのサイズでいただくことができますので、例えばこちらのマーメイドコーヒーロースターズさんでテイクアウトしていただいて、仕事を始めていただくというのにもお勧めできるかなといったところでございます。ちなみにコーヒー豆はマイルドとビターから選ぶことができますので、お好みに応じて頼んでいただければと思います。さらに、スコーンに関しましては、プレーンの他に紅茶やほうじ茶、そして今回頼んだような抹茶から選べますので、ぜひお好みの味わいを探していただければというところでございます。リベイクも可能でございます。続いては、
明治33年、つまり1900年に兵庫にて創業しました老舗和菓子屋さんである末広堂のあんこをもっと手軽に食べてほしいという思いから2021年7月に生まれましたブランドアンドコさんでございます。このアンドコと書いてアンドコと読むんですけれども、こういったネーミングセンスもとても素敵ですよね。ここの池袋の店舗は1号店に当たるということでございまして、もしかすると他にもチェーン展開されていくのかなといった印象でございます。従来のあんこを食すシーンの枠を超えたこれまでにないクリエイティブなあんこの使い方が特徴的でございまして、あんこの新しい楽しみ方を提案してくれます。100% オーガニックの国産小豆を使用し、熟練の職人さんが丹精込めて練り上げた無添加のこだわりあんこ。ブランド名にも込められています通り、楽しい世界とどんどんつながりコラボレーションしていくブランドだということでございます。こういった形で店頭にはサンプルの商品も飾られていまして、もちろんお土産にもご活用いただくことができますので、ぜひですね、池袋にお立ち寄りの際は、こういった手土産と一緒に家族の方はもちろんですけれども、帰省のお土産とかにも活用いただけるかなと思います。ちなみにこちらの &CO というロゴなんですけども、&と C と O をグラフィカルにデザインしまして、月と太陽と大地を表現しているということでございまして、日本神話でも重要なモチーフを取り入れつつ、日本の文化、歴史、自然の恵みに深い敬意を込めているということでございます。こういった日本の昔ながらの和菓子を現在風にアレンジして、デザインやアーティスティックな感じも高めていけるといった形で、ブランドのリブランディングに取り組まれているような店ってとても素敵ですよね。ということで、好奇心とクリエイティビティを武器に新しい和菓子の可能性を探求している素敵なブランドになっています。こちら、この日いただきましたカフェラテセットでございまして、こちらはあんことカフェラテのセットになっていますね。ちなみにちょっと私、メニューをしっかり読み込めてなくてですね、このあんバターを頼もうと思ったらあんこの方を頼んでしまったので、この後ちょっとお店の方に訂正していただいて、後からバターを挟んでいただいたんですけども、そちらの方はこの後の映像でご紹介できればと思います。先ほどクリエイティビティを発揮しているというふうに申し上げたんですけども、そんなクリエイティブなメニューの一つがこちらのクロワッサンになっています。あんこの新しい楽しみ方として、クロワッサンとのマリアージュという形で提供してくれていまして、マリアージュのアクセントとして季節のフルーツ、バター、チョコレートなどを合わせた常時4種類を展開してくれています。こちらが私が先ほど申し上げましたあんことバターのあんバターサンドでございます。あんバターサンドというと、フランスパンに挟んでいただくようなイメージが強いかと思うんですけども、こちらはこだわりのクロワッサンと、そして本格的なあんことさらにバターをマリアージュさせてくれていますので、ここでしか味わえないような素敵なスイーツになっていました。続いては2021年6月にオープンしましたたくさんの種類があるガレットが魅力的な本格ビストロでありますハーススモークドグリル&ガレットでございます。こちらは大和ロイネットホテルに併設でございまして、広々としたスペースかつゆったりとした席でビストロ料理を味わうことができます。例えば東京に観光に来られた際にホテルを探していた場合、ぜひですね、池袋のこちらの大和ロイネットホテルを予約していただいて、朝食とか昼食がこちらでいただくというのもおすすめなポイントになっているかなと思っています。フランスのミシュラン星付きレストランで5年間修行した福祉シェフが作る料理はどれも絶品になっています。中でも北海道産の厳選されたそば粉を使用したガレットは種類も多く注目のメニューになっています。ガレットはフランス北部ブルターニュ地方で食べられているそば粉クレープでございまして、以前に私の神楽坂編の動画の中で本格的なクレープ屋さんもご紹介してますので、ぜひ気になる方はそちらも確認していただければなと思います。そんなガレットなんですけども、中には卵やハム、チーズが入っているフランスの伝統料理でございまして、フランスの伝統料理なんですけども、かしこまった料理というわけではなくて、親しい仲間と気軽に楽しめる料理だということでございますので、ぜひこちらのお店でガレットを頼む際にも複数人で来ていただいてシェアしていただくと2倍3倍楽しめるかなと思います。さらにこちらのお店では本場のチーズをたっぷり使った自慢のチーズフォンデュも味わえるということでございますので、ぜひそういったところも楽しんでいただければというところでございます。もう一点、夜にはクラフトビールやワインを楽しむことができるお店でございますので、先ほどモーニングやランチにというふうに申し上げたんですけども、もちろんディナーにもお勧めできるようなお店になっています。ワインはフランス産をベースにイタリアやドイツなどヨーロッパ産のワインを中心にソムリエがセレクトしたワインが提供されていまして、なんと40種類以上もあるということでございますので、ぜひじっくり選んでみてください。もちろんアルコールメニュー以外にも自家製のジュースですとかコーヒー、あとは紅茶もとても充実していますので、ぜひお好みのドリンクを探していただいてカフェタイムにもご活用もいただけるかなと思います。
雰囲気的にはおしゃれなカフェといった感じなんですけども、今申し上げました通り、結構ですね、夕飯時とかディナータイムにも使えるお店でございますので、そういった選択肢の一つとしても検討いただければと思います。そしてこの日は今映しております自家製ローストビーフとプルーンの赤ワイン煮のガレットをいただいてみました。この食器も含めて見た目もとても美しいですよね。で、ガレット自体がクレープのような感じでございますので、このメニュー一つとっても、この奥にありますローストビーフと手前にありますプルーンということで、しょっぱい味も味わいつつ、甘めなクレープの味わいも楽しむことができます。で、このローストビーフにかかっていますソースに関しましても、甘じょっぱい感じの印象になってますので、そういった味のコントラストもとても美しくて美味しいような雰囲気になっています。さらにこちらのセットメニューでは、コーヒーのドリンクですとか、あとはスープもいただくことができましたので、そういったところもおすすめなポイントになっています。続いてご紹介しますのは、2021年7月に池袋の人気旅館であります君旅館の1、2階を改装したスペシャルティーコーヒーと無添加サンドイッチの和カフェでございます。こちら本当に旅館チックな雰囲気でございまして、こんなところにカフェがあるんだといった形で、まさに隠れ家的な空間になっています。さらにですね、全室和室、かつ Wi-Fi を使えるような空間もありますので、実はテレワーク用にもとてもお勧めできるようなカフェになっているかなと思っています。こちら、君旅館は1952年頃より営業しています老舗の和風旅館でございまして、もともと海外からのお客さんに人気だったということもありまして、旅行客の方々との思い出の写真も飾られていました。今回映していますのは1階の空間なんですけども、2階は12部屋分の和個室になっていまして、プライベート空間でゆったりと過ごすこともできます。なので、会社員の方々は少しクローズドな会話をしたいというニーズがあった場合に利用することもできますし、奥さん連れの方々があまり他にも迷惑をかけたくないといった思いを持たれた場合でも、プライベート空間を試すことができるかなと思っています。そして先ほど冒頭でも申し上げましたけども、充電スペースや Wi-Fi の提供もありますので、作業用途には抜群かなと思います。あとはですね、池袋は結構遠方からいらっしゃる方もいるかと思いますので、例えば携帯の充電がなくなってきたなという方ですとか、あとはちょっと調べ物をしたいなというニーズが発生した場合にも活用できるかなといったところでございます。ちなみに2名以上からでご利用される場合に関しましては、インスタグラム経由での予約も可能だということでございますので、ぜひそういった活用方法も検討いただければと思います。そして看板メニューの無添加サンドイッチは、天然酵母の手作りパンに平飼いの卵と新鮮野菜など無添加で厳選した食材を使用している絶品メニューになっています。さらにですね、この日私もいただいたんですけれども、イタリア発祥のパンでピザ生地よりも薄く、もちもちとした食感が特徴のピアーダもぜひお楽しみいただければと思います。そしてこちらが今申し上げましたキーマカレーのピアーダのランチプレートセットでございます。ランチプレートの中では小ぶりのパスタと、あとはサラダとドリンクもつけていただくことができるので、高コスパなメニューになっているかなと思っています。特にメニュー自体が結構ヘルシーでございますので、健康食志向の方、ダイエットされている方なんかにもお勧めできるかなと思っています。一方で結構ボリューミーな形でもありますので、満腹感を味わいつつヘルシーに楽しめるような、そんなメニューになっているかなといったところでございます。そして今回頼んだセットのドリンクでありますコーヒーに関しましては、東松山の小柳コーヒー日本が監修しますスペシャルティーコーヒーだということでございまして、本格的な一杯を味わうことができます。そして最後にご紹介しますのは、2021年12月にニューオープンしました築70年以上の木造平屋をリノベーションして生まれたカフェであります茶の間さんでございます。茶の間というカフェはチェーン展開されている別のお店もあるんですけれども、ここでご紹介する茶の間さんはまた違ったお店になっていますので、そこ間違いないようにしていただければと思います。ちょっと紛らわしいんですけれどもね。こちら豊かな緑に囲まれたエリアは西池バレーと呼ばれる複合施設になっていまして、こちら茶の間さん以外にも味のある飲食店やアトリエ、シェアスペースが集まっています。そんな西池バレーのコンセプトは、西池袋の谷に街の家を作るということでございまして、そういったところから西池バレーという名前も来ているかなといったところでございます。ここ茶の間さんも茶道や味噌の仕込み会なども定期的に開催しながら、和の文化を通じて地域の人々とつながれる場づくりを進めている、まさに地域の憩いの場になっています。
特に池袋周辺は外国人の方々が住んでいるといった背景もありまして、確かに私も小学生の頃にやってきていた外国人の英語の先生なんかはですね、池袋の近くの雑司ヶ谷に住んでたなということをちょっと思い出しながら、そういった背景もあって外国人の方々も交流の場になっているよなといった印象でございました。このお店での注目のスイーツは、愛知県西尾産の抹茶を使用したスイーツとドリンクでございまして、まさに絶品な和スイーツになっています。特にお店手作りの抹茶テリーヌは売り切れが続出するほどの人気だということでございますので、どうしても試したい方はお早めにご来店いただけるといいかなと思います。完売したという案内は Instagram のストーリーでも確認することができますので、ぜひ事前の確認をお勧めさせていただきます。抹茶テリーヌ以外にも今ご紹介していますようなショコラテリーヌだったりとかほうじ茶のテリーヌもありますので、ぜひそちらも検討いただければといったところでございます。最近では同じく西池バレーのシェアキッチンで活躍されていますお菓子松沢さんの特製プリンも土日限定であるということでございますので、ぜひそちらも注文してみてください。ちなみにストローは竹でできている SDGs の取り組みも素敵なお店でございました。以上、今回は2022年最新レポート池袋カフェ5選をご紹介させていただきました。2021年の下半期から2022年にかけてでもこれだけたくさんの注目スポットがオープンしていまして、これまでになかったような世界観を持っているお店もたくさんありますので、ぜひこの機会に最新のお店を訪れていただければと思います。もちろん数年前から存在しますような池袋のおすすめカフェありますし、私個人としましては池袋にあります前回ご紹介しましたコーヒーバレーさんなんかはまさにですね、コーヒー豆の日常買いにも活用させていただいているようなお店でございますし、めちゃくちゃコスパがいいので、ぜひそういったところも活用いただければと思います。新宿同様池袋も結構休憩場所に悩んでしまうことが多いと思うんですけども、ぜひこういった情報を何度か確認していただいて活用いただければと思います。以上、ミキでした。ありがとうございました。